またぎカーディガンできました。もうちょっと横に行った方が映るか。こんなぐらいにしようかな。今日はちょっとね、この角度だとちょっと作ってる手元はねちょっと映らないと思うんやけど、鉄麦糸を、篠作りかな、今んとこ篠作りしていこうかなと思って、今動画ちゃんはライブやってます。こんな感じでやってます。今日はまだ来てる人少ないか。今日はちょっと時間区切って一旦8時までにしようかなと思ってます。いつもねめっちゃ長くなっちゃうんで、ちょっと今日は平日だしちょっとライブ。なんかあったかいからね、ちょっと今半袖でも大丈夫かなと思って半袖着てます。あっこさん、無事青森着いたんですよね。お疲れ様です。鳥さんこんばんは。今日はね青森着きましたぞ。お疲れ様です。今日はねちょっと8時くらいまでちょっと1時間くらいだけちょっとだけやろうかなと思って、なんか急遽またいつも通り突然やけどライブしてみました。そっか、もう青森か、すごいな。手振ってるの感じたちょっと感じたいやーなんかそのこうね、そうアッコさんがこう来るところでこうみんなと会えれば一番ね楽しいのになとか考えてた。いろんな各地でガチのミニそうガチのミニでちょっと今日はねめっちゃ盛り上がって、佐藤錦さん、いつも寝る前に癒して聞いています。ありがとうございます。マリコさん、おこんばんは。そう今日はね本当にミニライブに本当にやろうかなと思ってます。でもどうしよう、めっちゃくちゃ盛り上がってたらちょっと分からんけど、とりあえずは8時に終わろうかなと思ってます。そう今ねさっきもちょっと見せたけどシノをちょっと作ってるとこです。クエンさんこんばんは。新幹線から手を伸ばしてみんなとハイタッチして通過したかった。本当にミニになるのか。ピキさんこの後予定あるの？いやなんか、特にねないんだけど、見たい動画っていうか YouTube の個人的にね自分が好きななんていうの、配信者さんの動画を見たいっていうのと、明日仕事あるからそんなに遅くまではつけてられないなっていうので、別にこの後出かけたりとかめちゃくちゃ急な用事があるっていうわけじゃないんだけど、ちょっと区切ってみようかなって感じです。そう明日、そう今日ね、明日ねお休みだったらまだちょっと気楽なんやけど、明日まだ仕事あるからちょっと抑え気味にしようかなっていう感じです。まっちゃんさんいないですか？まっちゃんさんねいますよまっちゃんさんいるんだけど、ちょっとまっちゃんさん今日あんまり体調良くなくて静かにしてる。だから今日はちょっとメインは私一人になっちゃってちょっと皆さんにはちょっと申し訳ないんやけど、なんか話したいことあったらどんどん話してください。これ今飲んでるのは山屋さん、前言ったか、山屋さんで買ったこのウイスキーまだ残ってるので、これを炭酸割りして飲んでます。あと全然関係ないけどビオフェルミン買ってきました、さっき。と
わかりました。まっちゃんさんゆっくり遊んでください。木曜ライブ珍しい。こんばんは。あ、泉さん、急にねライブやりたくなってちょっとミニライブ今日はミニライブをやろうかなと思ってます。後ろのこれね完成したんですよ。角度変えたら映るか。こんな感じ。そうまたぎカーディガン完成して、ちょっと夜だから明日明るいとこでちょっと写真撮ってインスタに載せたり、動画も撮れたらね、またぎカーディガン完成したよっていうのを撮りたいなと思って、ちょっと今は完成して嬉しいんで飾ってるとこです。そっちのそうこっちの山やあんの。そうたまに行ってなんかウイスキーとか安かったら買ってる。ありがとうございます。色ね、そうなんかね、これをやり始めた時ね、このズンにね、完成早そうめっちゃ急いでね爆編みした昨日一昨日くらいで、このズンにはまってて、なんかズンの色紫だから、ちょっと MC のねメインのカラーを紫のマンチェロピースでやってみたらこんな感じに出来上がりました。結構なんかいい感じか、なんか思ってたよりいい感じかなと思って、なんかオーバーサイズでちょっと大きめでいい感じのができました。明日またね着た写真を明日撮ってみたいなと思ってます。ありがとう。でもねマンチェロピースがやっぱ結構着れるから、もう慣れたけど何回も着れてはこうなんていうかより合わしてっていうのを何べんもやって、やっぱそこがちょっと普通の糸とは違って、着れる時にちょっとがっかりするって感じだった。でも慣れたけど。でなんかね今日3月いっぱいまでが慣れるまで大変だった。最後の最後にやっと慣れたかなっていうぐらいだったな。大変だった。なんか3月いっぱいまでちょっとドラッグストアがちょっと安くなってたので、今日なんかこのちょっと新商品っぽいバスソルト、これをちょっとまっちゃんも疲れ気味だと思うのでこれ使おうと思って買ってきました。ラベンダーの香り。ほんまクナイプも欲しいんやけど、ちょっとこれをお試しで1回分。なんかそうでもアッコさんも新しい環境で多分今気張ってるやろうけど、疲れどっときそうやからね、ゆっくりしてね。まっちゃんしんどいの。まっちゃんね、なんかちょっと今日体調あんま良くなくて、ここにね映ってないだけでいるんやけど、あんまり体調良くないみたいやから、ちょっと今日はおとなしくしてるっていう感じです。なんで今日は私がメインでなんか一人でわちゃわちゃ喋るかなって感じ。そうなんかまっちゃんも私もね結構気分のね上がり下がりとかもあるし泉さん喋ってよ泉さん喋ってよおとなしくしないでそこは別にさ喋ってください。お願いします。そうなんよね、気をつけるよ。ありがとう。そう多分今はちょっと興奮してなんかね新しい土地だからわーって感じになってるけど、303こんばんは。まちゃんの気持ちになるそうまちゃんなんかやっぱ今日ちょっとねなんか体調もだしメンタルもちょっと落ち込み気味って感じだから、今編み物をしてねなんか黙々とやってるって感じ。そう泉さんはシュンと死んでもいいの泉さんは楽しんでよ。前田さんのファンとして見守ります。ありがとう。そういつもねまっちゃんとね一緒にね映ってるっていうか動画とかもね
見てもらって楽しんでもらってると思うんですけど、今日はねちょっと申し訳ないです。顔は笑ってるけど泉さんが笑ってるってこと？私の顔が笑ってるってことかな。のんびりのんびりリラックスできることしてね、なんで半袖いやなんかね、ちょっとなんかさっき買い物ね、ドラッグストア行ってなんかバスソルトとか買ったとか言ってて、なんか買い物行ってたらちょっと暑くて、ちょっとセーター着んのもなーと思って今半袖。あ、泉さん笑顔なんね。じゃあよかった。みんなで盛り上がってくださいねってもっちゃんが。いや街はいいひんからちょっと寂しいから盛り上がらへんかも。プレッシャーかけんなってそう、まっちゃん気にせずゆっくりだよってあっこさん言ってくれてる。優しい。そう、まっちゃん気にしないでね。いい時も悪い時もあるから。まっちゃんって泉さんも励ましてくれてるそう、いるのいるの。そう、まっちゃんもね見てくれてるから。バブー出た癒しの声よいしょ。じゃあちょっと下げようかな。よいしょ。ちょっと下げすぎか、これくらいか。で全然作業してなかった。あんまりきつく作業したらこれが揺れちゃってみんな気持ち悪くなるかなと思って、ちょっと静かめにやろう。あ、膝の上でやればいいか。みんなそう、いい時も悪い時も人間あります。そう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 。寒いし暖房入れてウーバー注文しようといいね今日はね、うちの家はねもうご飯食べたんやけど、フェイジャーダっていう、泉さん知ってるか。ブラジルの豆の料理っていうか、豆の鍋の豆みたいなやつ。仲のいいお二人が微笑ましいです。わし新幹線で靴下10段しか編んでないいやでもゆっくりね、ゆっくりね移動できたんならよかった。なんかフェイジャーダっていう鍋じゃないわ、豆の煮物みたいな、なんか煮てそれをご飯にかけて食べるやつを、ここ数日ちょっと作ってもらってたから、2日くらいそれを晩ご飯に食べてる。めっちゃ美味しい。でもさ、新幹線でさ、えあっこさん新幹線で何時間くらい？静岡から青森まで5時間くらい？そんなかからへんか。なんか私はいつも実家滋賀県だから京都まで東京から新幹線乗るんやけど、それは2時間くらいかな。まっちゃん料理上手で羨ましい。トータル5時間、やっぱそれくらいなんや。そう、まっちゃんね、だから料理自体そんなめっちゃ好きってわけじゃないと思うんやけど、料理はすごい上手だからめっちゃありがたいです。いつも美味しいもの食べさせてもらってる。でもなんか新幹線乗るといつもなんか駅弁を東京駅とかでなんかご当地なんかいろんなとこのさ、なんか駅弁売ってるやん。あれでなんかその時の気分で食べたい駅弁を買ってとか、なんかちょっと飲み物とかお酒とかおつまみとかを買って乗ってなんか新幹線で食べるっていうのめっちゃ好き。なんかめっちゃ気分良くない？その豆料理ってググったら作り方出てくる。フェイジョアーダでググったら出てくるな。そう、フェイジョアーダって書いたら出てきます。まっちゃんの豚肉入ってんな。ブロックの豚肉入ってる。駅弁食べた。だし巻き卵と牛肉炊いたのやつ。めっちゃ美味しそう。ピギさん胃袋つかまれてますな。そう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 。でもまっちゃんの料理美味しくてさ、なんか昔全然さ、あんま食べへんかったんよ。なんか昔陸上もしてたし、で長距離やってたから、太ったらあかん環境にいつもいたから、なんか癖で
なんか小食みたいになってたんやけど、もうまっちゃんと一緒になってからもうめっちゃ食べるようになって、でもまあそれとは関係ないかもしれへんけど、まあ、結構めっちゃ太ってしまったな。でも料理美味しいからついついめっちゃ食べちゃうまっちゃんの料理。本当に羨ましいです。あ、そうですか。ありがとうございます。でそのフェイジャーダっていうやつに、まあ、豚肉とかその黒い豆とか入ってて、玉ねぎはあれかビナグレに入ってんのか。玉ねぎは入れてないんか。入れてる。あ、入れてる、そう玉ねぎとか入ってて、帰ってきたらご飯あるって最高やな。そう、まあ、ない時は買ってきたり、マクドにしようかとかさ、それ臨機応変に毎日毎日作るの大変やからさ、それは前あれやってる。検索できました。ありがとう。いつもペイジョアだった持ってました。あ、そうなんですね。そう、フーやな。ハヒフヘのフェイやね。そうでフェイジョ、そう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 。結構めっちゃ時間かかんのかな。でも結構炊くの、豆をさ柔らかくしとかんとあかんし、最初につけといて、でそれで炊いたりもするから、トータルでしたら結構時間かかるかも。すぐインスタントみたいにすぐにはできひんかな。豆だけで一日一晩とかつけとかなんか。でなんかそれできた後になんかビナグレッチって言って、なんかなんていうのかな、サルサみたいな。サルサみたいな。ピキさん幸せそう。そうめっちゃ幸せですよ本当に。まあ、ちゃんとね、なんかのろけみたいになってあれなんですけど、まあ、ちゃんと出会ってから本当にめっちゃ幸せなんです。そんなんもう作られへん。じゃあ今度みんなうちにもし来る機会があったら一緒に食べましょう。フェジャーダとかブラジル料理、まっちゃんに頼んで作ってもらって。のろけろ。いや本当にね、多分ね、人生で一番良かったことがまっちゃんに出会ったことなんですよ。今まで37年かな、37年くらい生きてるんやけど、のろけろ。37年くらい生きてるんやけど、なんかまっちゃんに出会ったのが一番良かったこと、人生で。いやこれはほんまに自信持って言えることで、素敵すぎる関係だわ。ありがとうございます。お豆さん大好き、作ってみます。クエンさんも作ってみてください。長く一緒にいられる秘訣は、素晴らしいね、いいな。なんだろう、なんて幸せあふれるお話。なんか結構でもなんかそのなんだろう、まっちゃんのこと好きなんだけど、なんかめっちゃくちゃなんか大恋愛みたいな感じじゃなくて、なんか淡々となんかお互いをなんか思いやりというか、なんか助け合いしながらなんか淡々と来たって感じ。もう13年ぐらい。そう近々味噌作るからついでに豆煮てみようかな。いいと思います。豆体にもいいしね。先輩教えてください。涙もろ落としどころだからもう泣きそう。淡々とがいいよマジで。ふと思った。チャンピのお母さん私ぐらいやろか。チャンピのお母さんは昭和36年生まれ。何歳やろ、もうお母さんの年齢数えてないから分からへんねんけど、昭和36年生まれ。60いってるかな。素晴らしい、素敵、恋人の自慢できるカップル好き。なんか淡々としてて、なんかだからなんか昔の方がまっちゃんのこと好きやったとかじゃなくて、ずっとこんなんも言ったらまたのろけてるって思われると思うけど、もうずっと好きやねんか。でずっと13年間その好きさが変わってない。なんか昔のまっちゃんのここの方が好きとか言って
あ、4歳上。じゃあ泉さんより4歳上か。私の母の方が62歳か。そう、もう母の年齢もわからんようになってた。のろけ OK。ありがとうございます。そう、ずーっと好きで、なんかなんやろ、嫌いやなってなったことないし、なんか喧嘩っていうか言い合いみたいなたまになる時あんねんけど、そんなずっと好きとかありえるんやな。本当に合うお二人なんですね。いいよね。そうずっと好きやねん。ただ好きって言ってもなんかめっちゃ好きっていうのじゃなくて、なんかなんて言えばいいんやろ、めっちゃ好きなんやけど、なんか淡々としてる感じだからずっと好きって感じ。なんか大恋愛でめっちゃくちゃ好きで急に冷めたとか、なんかそういう感じじゃなくて、そこまでもいかず、その真ん中ぐらいでずっと好きみたいな感覚として。運命ってやつだ。うんね、本当にいい人にね巡り会えたと思いますよ。でもね、なんかなんだろう、最初一緒にいるのが当たり前の存在ってやつか。そうそんな感じなのかもしれないです。ただでも一緒になんていうか、私とまっちゃんってまあ言ったら同性同士だし、まあ、結婚とか法律的にね日本で結婚できないし、わいそんな感情もうないわ、素晴らしい。なんかいやでも泉さんもさ、めっちゃ気合う人さ出てくるかもしれへんやん、これから。もしかしたらいるかもしれへんけど、今も結婚もできひんし、なんかだからこそなんていうか、まあ言ったらまあ他の人一般の人分からへんけど、その結婚できる人やったらまあ結婚して、まあ、子供生まれました、まあ、ちょっとぐらいさその相手のことなんて、恋愛の総量があるとすれば爆弾みたいに一気に使い切る恋愛とゆっくりじんわり火を灯す恋愛があるのかもね。そうだからなんかゆっくりずっと火がついてるって感じかも。それでなんかその子供生まれましたとかでもう子供もいるし、なんかうちの親とかは多分そうやと思うけど、なんか子供もいるし、なんかなんだ変なのが来た。ほっといたらいいか。なんか報告しといてくれる？なんか変なスパム来た。ブロックしで、なんか触ったらできんのかな。削除報告嫌がらせ商業目的のコンテンツか。はい、報告したけどなくなるかな。なくなった、あ、長押しブロック削除。さっきね報告してみたんや。大丈夫かな、これで消えたかな。何の話してたっけ。あ、それでうちの親とかもそうやと思うんやけど、なんかもう子供生まれたからなんやっけ、その離婚したくてもやっぱ子供育てていかなあかんから、なんか離婚できひんみたいなさ。なんかそういうのがあるかもしれへんなと思って。やけど、あ、マリコ氏それはストーカーだな。あ、マリコさんのコメント飛ばしてるわ。ちょっと待ってね。今日ピキさんがアッコさんに送った2人の写真が可愛すぎて待ち受けにしようと思ったけどストーカーっぽいからやめた。ちょっと読むの遅くなってごめんなさい。今ねそのさっきの変なのが来たからちょっと飛ばしちゃってました。ありがとうございます。あの写真ね2人とも気に入ってるやつです。でなんかあのそうだからなんかそのてか結婚できひんからこそ、その2人がなんていうか、その一緒にいるためになんか努力しんとなんかいてる意味ないというか、なんかどう言えばいいのかな。
なんか別になんていうかそのメリットっていうかその法的に守られるとかのメリットもないし、なんかあのやっぱりお互いが一緒にいたいと思ってんといられへん関係やなとは思います。でしかもまっちゃんが外国人だから、その私男女でも事実婚がいいなってこの年で思ってる。そうだからなんかお互いそういうのをね、事実婚でお互い大丈夫なら男女でもいいと思いますし、そうでなんかそのまっちゃんが外国人だから、その私ともしね結婚できてたら、そううちも子供いもないし仲良くないと一緒にいる意味なかったりするのよ。そう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 、うち事実婚みたいな。あ、そうなんや、泉さんもそうなんや。おこんばんは。あ、さやさんこんばんは。あ、ドラムカーダー見たよ。見たよっていうか箱だけ見てよ、ストーリーズで。また見してね。なんでなんかその本当だったらね、結婚できてたらまっちゃんとも配偶者ビザとかね、まっちゃん取れてもっと日本に居やすくなるんやけど、今そういうの配偶者ビザとかも取れないから、なんか定住者とかでその日系ブラジル人の人のビザみたいなやつを今取ってるから、まあ言ったら仕事とかをずっとしとかないとそのビザが取れへん状況っていうのもあって、だからそのために、まあ、お互いがちゃんと仕事して、まあ、生活できる状況じゃないとそのまっちゃんは日本にもいてられへんみたいな状況があるから、だからそのためにやっぱり2人で協力しんことにはなんていうか生きてこれへんかったっていうのもあるし、なんかそうまっちゃんだってその私と別に一緒にいたくないって一緒にいたいと思わへんかったら、まあ、ブラジル帰ってビザのこととか心配しんと生きていくっていう道もあるんやけど、あえて日本でそのビザ取るの大変やけどその取るっていう道を選んでくれてるわけやから、なんかそこは私も協力していかに2人が一緒にいられるようになんかこう努力しているっていうか、なんていうか一緒に生きていくためにやれることやってるっていう感じ。ちょっと真剣な話真剣な話してしまったで全然手止まってた。手あれやれよって感じやな。作業しろって感じ。素敵だよそう、うちも事実婚です。あ、そうなんですね。結構事実婚の方いらっしゃいますね。この今日ライブに来てくださってる方。そう、うちも事実婚です。でもなかなかね、そういうね、なんかやっぱり2人だけ、そうさっきマッコさんもおっしゃってたけどね、子供とかいなくて、うちも子供いないしいなくて、やっぱ2人だけでの関係でっていうのだったらやっぱりなんていうか仲良くないと、なんか何のために一緒にいるみたいなね、しんどかった2人でいるのがしんどかったら一緒にいる意味ないやんってなるし、そう2人で一緒にいるからいていいなっていうのがあるから一緒にいるしって感じで、いろんな形がある。あ、できたん？試着？あ、今まっちゃんが編んでたやつ試着してって貸してもらいました。袖ができたってこと？見頃。あ、ここができたってこと？これね、またぎ、これがニットの方で、こっちクロシェ、鍵編みの方の、まだ袖できてないけど、これ鍵編みのまたぎカーディガンです。いい感じやん。めっちゃぬくい。このまま着ときたいぐらい。今日はかぎ針バージョン。はい、かぎ針バージョンです。
かぎ針なのいい。そうかぎ針。あ、しめしめチャンネルさん初めてライブ参加できました。ありがとうございます。これもマンチェロッピ、これもマンチェロッピやんな、これもマンチェロッピです。でもなんか雰囲気やっぱ全然違うよね、鍵と普通の棒針と。はい、緑のやつこんな感じ。ここやね、ここの色。かわいい袖のところ素敵や。よいって、ありがとう。あったかい、ちょっと半袖やったけどこれあったかいからちょっと着ときたくなった。ここかわいいな、これはパターンがこうなってるじゃなくてただアレンジしてるだけ？パターンそういうふうに。パターンこういうふうになってんの？パターンがこうなってるそうです。めっちゃ可愛いね。よっちゃん遅くなっちゃった。アーカイブでのろけ聞こうと。長編み、これ長編み？これ長編みやって。のろけ、そうやね、今日ちょっとのろけ会かもしれん。そのラインいいなって。そうこの柄いいな。そう今日はまっちゃんのことがめっちゃ好きっていう話いっぱいしちゃった。かぎ針でも軽やかに見えますねって。確かに、軽い。カーディガン自体は軽いし、肩こらなさそう。手首死ぬ。そうかな。かぎ針版編んだことないからどうなんやろ。手首死ぬかな。大丈夫やった？かぎ針版編めんのすぎ。ピキュまっちゃんのことずっと好き。いや多分ね、まっちゃんのこと多分一生好きだと思う。なんか嫌いにならないと思う。だって13年間好きで嫌いになってないのに急に嫌いになることって多分ないと思う。前田さんのかぎ針めっちゃ早いよねやってよっちゃんが。確かに前田さん棒針も早いで、何もかも早い。よっちゃんもギャングスター。ちょっとよっちゃんの動画全部見に行けてないんやけど、私もよっちゃんの見に行くね。ギャングスター動画。よっちゃんの糸車めっちゃ可愛い。なんかレトロでさ、なんか足踏むとこにさ、なんか模様みたいなの入ってるよね。あれ可愛い。で色も濃くて可愛い。チャンピ今日のお題はまちゃんとの関係にするか。そうやな、今日はまちゃんとの関係にしよっかな。急に嫌いになるのは蛙化現象って言うんだよね。スッキリでしてた。そういう意味なんや。なんか蛙化とか言ってるけど何のことかなと思ってたらそういう意味なんや。知らんかったです。そう急にね、なんかでもまっちゃんとでもなんていうかね、こう年取ってきてその13年一緒にいるけど、やっぱ2人とも年とまっちゃんと1歳差なんやけど、私の方が1個上なんやけど、なんか年いってきて2人とも結構なんかなんだろう、イライラしたりして、そのお互いのことを嫌いじゃないんやけど、そのなんていうかお互いがなんか別のことでなんかイライラしてて、なんかちょっとぶつかったりとかはあるかも。その最近になってってわけでもないけど、なんかイライラしてて、別に自分だったらまっちゃんに対してイライラしてるわけじゃないんやけど、まっちゃんにちょっときつく言っちゃうとか、逆にまっちゃんがイライラしててピにきつく言っちゃうみたいなとかはたまにある。でもそれはやっぱりそういう時もなんかなんていうか、お互いになんかあなたのことが嫌で嫌いになってこういう言い方してるんじゃなくて、なんか分からんけど理由はなんかあるとして分からんけど、なんかあってイライラしててこういう言い方になっちゃったっていうのをちゃんと言ってる2人とも。人間やしそれはあるぞ普通やで。そうだからそういう感じのことはあるよ。だからなんか喧嘩も一回もしたことないみたいな感じじゃなくて、なんかもう本当になんかずっと一緒にいるからさ、家とかもさ言ったら一緒に住んでるし、
家もちっちゃいからさ、その一人になる時間とかってあんまりないから、逆になんかちょっと言い合いしたりして、なんか一人になりたくてちょっと家を離れて公園に私だけ行くとか、そういうこともたまにある。体と心の波もあるし、忙しさで余裕なくなったりするやんね。当たり前のことよ。そうだからなんかずっとさ、なんか今日はちょっとまっちゃんとさ顔合わせるのちょっとなんかしんどいなっていう時とかたまにあったりもするのよね。そういう時はちょっと離れて、ちょっと一人でどっか行ったりとか、なんかそういうなんかお互いに一人ずつの時間とかもたまに作ったりして、なんかずっとさ一緒にいると、なんていうか、それはそれでなんかお互いのストレスになる時もあるから、なんかそういう時はなんか一人ずつ行動したりとかしたりして、なんかうまいことバランスと取れてる気では自分ではねいる。喧嘩とかイライラする時あってもずっと好きって言えるの素晴らしい。そうやね。喧嘩とかイライラもあっても、やっぱりそのイライラの時間とかよりもやっぱり好きな時間の方がもう100倍以上多いから、それだから好きって言えるんかも。まっちゃんも同じなんやろな。ね、まっちゃんもね同じ気持ちでいてくれたら嬉しいですけど。でも私が結構なんかこなんか人の顔色とか伺ってしまうたり、なんか怒らせたり、なんか人をなんか怒らせたくないなっていう気持ちがいつも結構強くて、職場とかでもだから結構まっちゃんにもまっちゃん怒らせたくないなと思って、なんかまっちゃんの顔色を伺って、なんかこうまっちゃん怒ってないとかそういうこと聞いたりすると、逆になんか怒ってないみたいな感じで、それを言ったことによって怒られることも結構ある。なんか顔色伺いが嫌みたいな。だからそこはちょっと私自身が気をつけなあかんなと思ってるとこ。でもやっぱりまっちゃんとなんか一緒にいる、2人が一緒にいるっていうこと自体がなんかすごい結構覚悟して、2人とも、まあ、特にまっちゃんはやと思うけど、なんか私は結構なんかもう昔からさ、こういうセクシャリティでなんていうか普通のなんか結婚とかは絶対しいひんと思ってたし、そこで目してくれるまっちゃんだからピキさんも本音でいられるんだわ。そう、本音で生活してると思う。まっちゃんの前では特に何もなんか気負わずというか気も使ってないし、そうでなんかそう普通になんていうの、男女として結婚とかはまずありえへんっていう感じやったし、でこういう感じで生きてきてるから、なんかまあ自分はまあそのパートナーができるかどうかとかもまあ分からへんかったし、どうなるんやろなみたいな感じで生きてきてたんやけど、なんかまっちゃんに関してはなんかまっちゃんって別になんかフラットな人で、なんか好きになった人が好きみたいなところがあって、なんかまあそれはまあみんなそうなんかもしれへんけど、なんか別になんかまっちゃん、まあ私も分からんけど、今となっては分からんけど、まっちゃんって別に男性で好きな人が本当にいい人が現れたら、あ、うささんこんにちは、今日はねちょっとね本当にミニライブしようかなと思って、一応時間8時までと区切って、今のところめっちゃ話したいことがいっぱい出てきて止められへんかったらちょっと分からんけど、ミニライブのつもりでやってます。でだからなんか普通にめっちゃ素敵な男性が現れたら、まっちゃんは普通になんか普通っていうのもちょっとおかしいけど、そのなんか一般男性と
なんか結婚して幸せになれたんちゃうかって思ってる面があって、だからまっちゃんとなんか付き合うっていうか、なんか一緒にこれから生活していくってなった時に、いや本当に大丈夫なんかなって何回も確認したし、なんか私と生活していくっていうのでもう本当にいいのみたいな、なんかそのまっちゃんのなんか別のなんか結婚とか出産とかなんかそういうなんか別の道をなんか潰すことにならへんかなとか、めっちゃ気にしたというか。でもまっちゃんはなんかピと一緒にいることをなんか自分は選んでるんやからみたいなこと言ってくれて、それでなんかだからこそなんか絆が強いんかなとかも思う。そこはまっちゃんが選択したことやし、何もかも踏まえた上でまっちゃんがピキさんを選んだんだよ。そう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 、そう言ってくれてんのよ。だからありがたいなと思って。そう、それで一緒に、そっからもうずっと一緒にいる感じ。私うるっときてるで、いろいろ見られるポイントがそう、私もちょっと泣きそうになったいい二人いい二人でしょう。授けます。やったー、嬉しい。そうだからなんか誰だ私確かにアッコさん誰泣ける本当そうだからなんかありがたいです本当に、そんな人に出会えて。だからなんか結構さ、子供の頃とかさ、やっぱ結構さ自分のセクシャリティとかをボスアッコなんか自分のセクシャリティとかをなんか人になんかその性別がさなんかよく分からへんとかさ、続け係確かになんだっけ、ゴミ捨て偉いでしょとかも受賞されてるから、結構アッコさんの賞何個か受賞してる。なんか自分の性別とかがさはっきりしないとかさ、なんか性別に違和感があるとかさ、子供の子やっぱ物心ついた時から私はそういうのがあって、そう人によって多分ね、なんか中学校ぐらいからとかさ、大人になってからとかの人もいるかもしれへんし、バラバラやと思うんやけど、なんか私は結構もう物心ついた時から性別に違和感あって、そうそうそうなめよそうそれでなんか結構めっちゃ孤独や、なんか親とかにもさ、親には大学生くらいの時になんかこういう性別に違和感があるみたいな話をしたのに、いつまでもずっと大切にしてね、はい大切にします。でアッコさんトロフィー編んだあ、トロフィー編んでくれんの編み物でトロフィー、編みぐるみのトロフィー。そう、それでなんか親とかには大学生くらいの時に言ったんやけど、なんかそれまでずっとなんか友達とかにも言ったことなくて、編んでない誰か編んでそう友達とかにも言えへんかったし、私は授け係だから、そうなんか親にもさ言えへんかったし、なんかずっとなんかこう自分の内に秘めてて、なんかなんて言えばいいかな、なんか孤独な気持ちっていうのがめっちゃあったんやんな。でなんかその時のなんか孤独な自分になんか何年後かにもうまっちゃんっていうなんか素晴らしい人に出会うから、なんか心配しんでいいよって本当に過去に戻れるなら言ってあげたい。なんか本当に良かったなと思ってます。そう言ってあげたいのよ。小指に赤い糸ついてるからまっちゃんとの小指についてるかも。そうだからそのなんかそう過去に戻りたいとかあんま思ったことないんやけど、もし戻れるなら
安心していいよって言ってあげたい。その不安がってた自分に。結構不安症やから心配性やし、なんかなんか自分は孤独になんか将来一人最悪一人ででも、生きていかなあかんなとかさ考えてたわけよ、子供ながらに。小学校とかさ幼稚園とか子供の時にそれ考えて、なんか今思ったらさ、なんか姪っ子とかさ妹にさ子供3人くらい生まれてってさ姪っ子いっぱいいるんやけど、なんか姪っ子とかくらいの姪っ子がもう今年っていうか4月から小学校らしいんやけど、なんか姪っ子ぐらいの年の頃から自分はそういうこと考えてたんやなと思ったら、なんか自分の子供の頃なんかめっちゃかわいそうやなと思って、言ってあげたいって思う本当に。でも今の子供はもうちょっとそのなんか LGBTQ とかなんかその辺なんていうか、なんか私とかもっとね年上の世代の人とかの子供の頃よりもそのマイノリティもちょっとは生きやすくなってると思うから、未来を見るんだチャンピそうだから今は幸せだよ。そう今はめっちゃ幸せだから、過去の自分に言ってあげたらもっと安心するかなと思ったんやけど、でも今がいいからね、良かったです。だからなんかその孤独だったりとか、なんか結構うちの家もなんかいろいろ過去ね、けいこさんこんばんは。過去は置いてけチャンピ。そうなんですよね。結構ね過去にもね結構いろいろこう試練がね、うちの家結構試練がね、ここでは絶対言えない話なんですけど試練があって結構大変だったんですけど、だからそういうことがあったから逆にまっちゃんに出会えて、なんていうかもうそういうことを全てをなんか覆す全てをこういい方向に持っていくような出会いがあったんかなと思って、人生ってうまくできてるなというお話でした。めでたしめでたし終わんのかいっていうでもまだこれからね生きていかなあかんのちょっと大変やけどっていうね、まっちゃんとのお話です。終わりかい。まだ生きてるからまだこれから人生作っていかなあかんだけど、でももうさもう今終わっても後悔はない。でもゼルダのティアーズ・オブ・キングダムっていうゲーム5月12日に発売するんやけど、そうドラマ化希望そう思います。過去のピキさんあって今のピキさんだもの。ありがとうございます。そう過去をこういろいろ経てで今になって、そのゲームゼルダのゲームをしたらもう死んでもいいかなって感じ。もう大満足してます今の人生。わいは昔も今も未来も難民な暮らしやで。そうなの？今も未来もなの？うちも難民っちゃ難民かも。幸せなんやけど、愛と誠チャンピとマイザなんかタイトルついた。なんか裕福ではないけど幸せですって感じ。死んだらあかんライブみたい変更なんかも変更変更か。ワイがな泉さんが泉さん面白くて私大好きですよ。いいタイトルだ。主題歌はやっぱり今井美樹かな出た今井美樹。ピキさん小さい頃から苦しんだ分だけ今が幸せで本当に良かったです。私は今シーズン13かな
めっちゃ長いやん。ワイも好きやで、恥ずかしい、もじもじ。ありがとう。やったー。でもなんかライブでね、こうやって皆さんと話しててやっぱりめっちゃ楽しいし、やっぱりなんかこうやって話せる時間をね作ってもらえてるのもなんかすごい幸せだなっていつも感じてます。YouTube やってで、まあ、YouTube の動画ねもちろん見てもらってるのも嬉しいけど、なんかライブでこうやってなんか直にね話してるみたいな感じで話せるのもすごい嬉しいし、なんかね作業しながらとかいろいろなんていうかで、このあとアーカイブでなんかラジオ代わりに聞いてくださる方とかもいらっしゃったりして、なんかそれもすごいありがたいです。美味しい。もうちょっと入れようかな。ごめん、っていうちょっとね、なんかなんかねライブは何回も見る派ほで復習。そうなん。これライブもいっぱい見てくれてるんかな。会ったことないのに会ってる気分だもの。そうで、まっちゃんとピのことをなんか、マッピってさ、自分らでマッピって呼んでんだけどなんて言えばいいのかな素敵な馴れ初めそうマッピって呼んでんだけど、なんか何言おうとしたっけ。なんか本当にまっちゃんと出会って、そやでピトマ家のライブ何回も見るね。嬉しい。あんな長い動画やのに何回も見てくれてんの。マピでピトマでねマピで、いろんなことしたいなっていうのが今の目標っていうかね。なんかYouTube は私がメインでねやってて、まっちゃんにたまに出てもらったりとかいう感じやけど、サイトの方とか、チョコタンさんこんばんは。初めて会う方かな。こんばんは。ちょっとね今日はね短めのライブにしようと思ってるんですけど、よかったら楽しんでいってください。いいな、うちもコンビ名欲しいな。チロモンヤン編みながらな。そうなんや。ありがとう。アッコさんちはなんていう名前なの。なんかアッコさんと旦那さんの名前の頭文字とかを取ってコンビ名にする。なんかついてんな。なんかゴミついてる。光ってるだけか。そんな感じでまっちゃんとの出会いはそんな感じでした。あとなんか面白い話っていうか、ちょっと食事中の人にはあれないけど、なんかまっちゃんとめっちゃなんかまっちゃんがなんか私のことめっちゃいいと思った瞬間があるらしくて、なんか私はもう覚えてないんやけど、なんか初めてまっちゃんと会った時ね、まっちゃんと私遠距離だったんですよ。私が関西にいてまっちゃんは東京にいて、で最初遠距離で付き合ってたみたいな感じだったんですよ。でまっちゃんの東京に私が仕事とかで就職したのかな、東京に来て、でまっちゃんのなんか
住んでたアパートにちょっと泊まらせてもらったりとかした時に、なんか私がおならをしちゃったことがあったんですよ。で、なんかおならして「あ、おならしてしまった、ごめん」みたいなことを言ったらしいんですよ。そしたらまっちゃんはなんか「なんてこの人はなんか気を許してくれてるんだ」みたいな感じで思って、なんかそこでなんか私のことめっちゃいいと思ったとか言ってて、私それ全然無意識でもう覚えてなくて、だからなんかおならがつないでくれたって感じ。まっちゃんもめっちゃ笑ってる。わかる、そういうのわかる。ピュアな話、そう。そう、なんか「あ、おなら出てしもた」みたいなこと私が言って、なんかそれでそれでそうそうそう、キューピッドおなら。そう。それで、なんかこの人は全然包み隠さず、なんかそういうことを言ってくれる人で、あんまり気使わんでいいんやなっていう風に、なんかいいように思ってくれたみたいで、なんかそっからなんか、うちは、うんちも見せるで笑い、うんちも見せんのかい。さすがにうんちまではあんま見せてないな。そう、だからなんかそういう、それが結構最初の頃にあって、そこで結構なんかいいと思っ息子のうんこは何度も見てる。確かに子供ね、生まれたらいっぱい見ることになりそうやね。そう、だからなんかそれで結構距離縮まったというか、なんかなんていうか、あんまり気使わん、例えばそれで最初からずっと私がおならとかずっと我慢してて、まっちゃんの前でせず、なんかそういう感じの態度を取ってたら、もしかしたらこういう関係にはなってなかったかもし、もしかしたら付き合い続いてなかったかもしれへんもんな。そう、きっかけってそんなもん、そう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 。で、こっちは覚えてないぐらいのことやったから、なんか後からこんなことがあってみたいな感じでまっちゃんから聞いて、え、そんなことあったっけみたいな感じだったから、意識してなかったんよね。でもまっちゃんの中ではもう衝撃やったみたいで、あ、こんななんか素直におならするって言ったらおかしいけど、なんか素の人いるんやみたいな。いや、我慢したらあかん。そう。そう。なんか我慢しきれず出たというよりも、多分なんか弾みで出ちゃったって感じだったと思う、多分。自分ではわからないのよね。気取らないのが素敵。素敵なおなら。そう、だからおならしてよかったです。そう。なんかそれが良かったみたいで。それを出ちゃったのごめんっていうピキさんが良かったのかも。そう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 。きっかけはおなら。みんなおならしよう。ね、でもなんか友達とかでも別におならとかしても全然いいです私は。なんか気使ってないというか、なんかそうやおならしよう。前田さんのおならの受け止め方も素晴らしい。素晴らしいのかな。おなら運動。おならライブ。今はおならしてないで、ライブ中はおならしたことない。出ちゃった、ごめんトス。まあでもね、こんな感じだったんですよ。なんか笑い話みたいな感じやけど、自然現象は仕方ないのよ。そうそうそう、本人は意識全然してなかったんです。道歩きながら歩きっぷしやんの皆さん。でもなんかその
なんか友達とかの話聞いてると、やっぱ付き合ってもその恋人っていうかさ、うちの彼は結局ちゃんとしたおならしても普通に何事かもなかったように話し続けるからイラッとする。反省します。音鳴らさずにスカートさせるの得意です。はい。そうおならなんかしたことを言わへんのより、してしまったらしてしまったらなんか出ちゃったごめんとか言った方が自分的にはいいかな。自分の気持ちもなんかだってさ、臭くてさ、明らかさあんたおならしたでしょっていう時にさ、なんかなんていうか、何も言わへんのもさ、いやしたんやったら言えよってちょっと思うやん。なんか絶対バレてんのに隠し通そうとするのもちょっと言ってほしいなとは思うけど、自分だったら。まっちゃんさん見習わないととか書いてあった。出ちゃったごめんは大事だと思う。私旦那がおならたくさんするとムカつく。ムカつくんか。まあなんかそのおならのさ、なんかおならでもさ、なんか音とかさ、前田さん見習う。あまりに私のおならがでかすぎて、前付き合ってた人の下の部屋の電気の紐揺れてるでって言われた。あ、響いてってことね。響きすぎて下まで行ったやでっていうことね。マリコ氏のカルピは大量の段ボールもまとめてくるんだから、おならもユアウェルカムしてあげて。確かに段ボールまとめてくれるから、おならもね、ウェルカムユアウェルカムしてあげて。そうでした。どんなおなら。そうまあ、おならもさ種類いっぱいあるから、なんかでかさとか臭さとか、それにもよると思う。めっちゃ臭い時もあるもん、食べ物とかによって。ウーファー搭載とか言われてたよ、おならでかすぎて。ウーファーってなんやろ、なんかそういう機械かな。スピーカーってこと？スピーカーか、スピーカー搭載。でも臭いおならって胃が荒れてる時なんだよね。今夜はいい話だったのおなら話なんです。確かにめっちゃまっちゃんとのさ、まっちゃん好き話だったのに、もう急におならの話になってしもうた。ワイのおならもウーファー搭載。泉さんもじゃあでかいんやな。重低音だな。なるほど。確かになんか臭い時ってなんかあんまり体にいいものを、なんか野菜とかいっぱい食べてたらあんまり臭くなくて、なんか肉とかなんかジャンクフードとかなんかちょっと体にさあんまり悪いもんを食べてる時の方が臭くなったりする気がする。っていうことで、なんだかんだで8時になっちゃいましたんで、なんか言い残したことあるし、なんかおなら話になっちゃったけど、ごぼう食べたらめっちゃ臭い。あ、そっか、ごぼうでも臭いか。まあ芋もか。空気清浄機が反応してバレる。そっか、空気清浄機反応すんのか。うち空気清浄機置いてなかったから、置いてないからさ、バレてない。おならで終了？おならの話だったな。今日のライブおならの話だったな。もうちょっといい話したかったな。でおならのいい話やったやん。いいおならの話。やっぱあと5分だけやろうかな。握りっぺせえへんの？さようならってやかましいわ。確かに握りっぺはあんまりやったことない。
ちょっと8時、今8時5分か。8時10分、8時10分になったら終了しようかなと思います。あと5分だけやります。おならのいい話。平和な話やな。いいおならだったな。ね。いいおなら話だった。それが縁で幸せなのもいい話。続きはさやさんのライブで続きはさやさんのライブでおなら話きっかけは何でもええねん。そうだからそれが結構そのおならの話っていうかおならの出来事が結構初期の頃にあったんです。まっちゃんと知り合って、でそっから結構親密になったというか、心が多分打ち解けていったというか、なんかあんまりこう気取らずというか、なんかお互い多分素でなんか接せれたんやと思う。ほんまや、さやさんのライブでウーファーおならの話してもらおうおなライブちょっと違うちょっと違うもんになってるこれ放送禁止用語やったかもしれん。略したらいや、なんかいろんな話に今日もお付き合いくださりありがとうございました。なんかオメガトライブみたいになってる。さくらさんこんばんは。こんばんはなんですけど、もうあとね3分くらいでね、今日はちょっとミニライブだったんでね、終わろうかなってねちょっと思ってるんです。もしよかったらアーカイブをね見ていただけたら嬉しいです。カルロスとしきだった次のライブは土曜か、土曜できたらやりたいなとは思ってます。さくらさん残念ね、すみません。今日はねちょっと平日だし、ちょっとねなんか少しだけなんかやりたい気分だったので、少しだけね1時間くらいだけねやろうかなと思ってやってました。まっちゃんが復活してたらね、笑顔が嬉しい。ありがとうございます。アーカイブ了解です。ありがとうございますね。まっちゃんの話とおならの話をしてますでもこんな感じでね、ライブできる時ミニでもいいから、アッコさんみたいにちょっと単発でやりたい時はやれたら楽しいかなって、ちょっと今日やってみて思いました。うちはね、なんか誰かがなんていうか、その夫さんとかが帰ってきてね、マイペース、ピキさん、まっちゃんもそう、まっちゃん大好きっ子だもんねそう、まっちゃん大好きっ子なんです。そうなんで夫さんとか帰ってきて切らなきゃとかないから、もうなんかやろうと思ったら延々とやっちゃうから、とりあえずねちょっと区切りをつけてライブなんかもっとね土曜日とかにもやりたいし、さやさんがやるかって言ってる。さよおならってよう言うたな、下品言った。なんか子供の時さよおならってか、何やっけ、なんか CM であったよな、さよおならってやつ。引っ越しの境やったかな。そうめっちゃ言ってた、普通に。してさやさん聞かせて生音ライブですんのかい。さやさん、私今から風呂入ってくる、やってくれたら後から参戦する。架空の彼氏が帰ってきて終わるまでやるからね。うちはね架空の人誰も帰ってこらへんって帰ってこへんから、ウーファー聞いてるやつ確かにさやさんのライブでウーファー聞けるんやったらちょっと聞きたいな。引っ越しの境であったよね、さよならのやつ。温泉付きホテルなのよ、入ってくる。いいな、ゆっくりしてね。はい、ということでね、もう10分になろうとしてるので、
私の方のライブはこれで、架空カレピ帰ってくるなよ。はい、この辺で終わりたいと思います。皆さん今日も短い時間でしたけど、お付き合いくださってありがとうございました。またね、急にやるって言うかもしれないですけど、またその時をご都合合えば、是非よかったらまた来てくれたら嬉しいです。はい、じゃあ今日はこの辺にします。ご視聴ありがとうございました。じゃあまた、次回の動画とかライブとかでお会いしましょう。ありがとう。はい、ありがとうございました。またね